はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月前半のタロットリーディングをさせていただきます。ちょっといつもとアングルが違うんですけれども、今アメリカのコロラド州の、国立公園に来てまして、ちょっとこの景色を皆さんにお見せしたかったんですけど、逆光であんまり見えないかもしれません。カードも見えにくいかもしれません。ちょっとライトを持ってくるのを忘れてしまって、はい、これでいきます。今日はよろしくお願いします。はい、7月前半ですね。今出たのはペンタクルス10です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カードも見えにくいかもしれません。はい、ワンドの9とソード3逆とペンタクルス10の逆とソードクイーン逆、そして吊るし人、カップページともう、カップ8の逆ですね。対策や気をつけることはカップ5の逆とソードナイト逆と、オラクルはペンタクルスの4です。そうですか。星で見ると、ちょっと今ね、梅雨の時期でちょっとジメジメして気持ちもうつうつしやすいかなっていう方もですね、おそらく7月に入って、梅雨明けすれば本当カラッと変わると思います。で、特に7月の2日とか3日あたり、エネルギーを早く感じる方はもうね、入ったらすぐにっていう感じだと思うんですけど、特に3日あたりっていうのはすごく対人関係に関しての意識がすごく強くなる時だと思うんですね、いて座の皆さんはね。なので人とつながりたいっていう気持ちが出たり、または今までつながっている人に対して強い感情が湧いたり、または嫌だという感情も湧いたり、どうなるかはわからないんですが、なんか人を通しての感情の動きが強いだろうなっていうふうに思います。そしてまたこの7月前半っていうのは、自分はあんまり見せないんだけど他人のことは気になるみたいな感じになりやすいので、一般的には自分がどう見られてるかをね、気にしやすい時になるので、そういう時なんだなって思った上で、別にそんなの気にすることなかったわって、人それぞれのフィルターで見てるだけだから、私は私なんだわっていう感じでいてください。そしてカードで見た時にまず言われているのは、一番ね、大事にしたいものはちゃんと守れますよっていうふうに言われています。それが例えばお金をもうちょっと節約したいと思っている方であれば節約できるだろうし、これだけはなくしたくないんだって思っているものはちゃんと守れるので安心してくださいっていう感じなんです。で、その上でカードを見た時に、なんだか少しね、すごく抑えてるなっていう感じがするんですね。今は星で見た時にそうやって他者の顔色を気にしやすかったりとか、特に他者に対しての意識が動きやすいなっていう時なんですけど、それだけこちらはナーバスになっているけれども、実は宇宙からはすごく温かい人を通しての恩恵や愛情や、実はこんな気にすることないよもそうだし、実はこんな風に自分の評価って高かったんだっていうことを感じやすい時なんですね。これはとてもいいですよ。なので自分が自分の思考癖で自分を見ていると曇って見えるけれども、少しそれを外して今どういう感じかなって現実的なことを見てもらうと、すごく人から評価されてたなとか、ちゃんと受け入れられてるなということを感じられると思います。それをね、ぜひ忘れないでくださいね。で、カードで見た時にもっともっとみたいな、ここでワンドの9というカードが出ていて、もっと頑張らなきゃいけないんだとか、もっとこうしなきゃいけないんだっていうような気持ちがあるのかなと思ったんですね。もしくは体調が万全ではないとか、何かをやっていきたいし頑張りたいんだけど、まだこれが足りないんだっていう感覚があるかもしれません。で、なぜそう思うかって言った時に、なぜか自分のことを卑下しているかもしれないと思ったんですね。これは自分で自分のことを責めてる時によく出てくるカードなんですね。ソードの3の逆。悪いなとか、こんなんでいいのかなとか、いや私がもうちょっとこうしたらなみたいな、すごく一見謙虚でいいと思われがちですけど、日本の文化的には。でもすごく自分のことを抑えてたり、自分の可能性とかプラスの面も一緒に抑えちゃってるんじゃないかなって感じがしたんです。例えばこれもね、ワンドの9っていうのはまだもうちょっとこれを足りないとか、もうちょっとこうしたいとか準備したいみたいな思いなんですけど、すでに9個もあるんですよ本当は。
すでにこんなに能力がある、あれもできるしこれもできるしあれもあるじゃないっていう状態なのに、もうちょっとこれを足したいなとか、もうちょっとこうだったらいいなって、こう足りない部分に目を向けて自分が感じてるんだなと思うんですけど、いや実はすごいいっぱい持ってますよっていうことを言われてます。で現にここまでの流れでやっぱペンタクス10、さっきピラッと落ちたのもペンタクル10だったんですけど、今の現実十分なんか満たされていませんかみたいな、いろんなもちろん細かい不満やもうちょっとこうなったらいいなって思いはあると思うんですけど、だけど実は満たされていませんかっていうようなカードが出ているので、おそらく何かしら自分がここまでやってこれたよとか、今こうなってるよっていう現実があると思うんですね。でそれはやっぱり自分が頑張ってやってきたからだよっていうところなんですけど、なぜかもっとこうしなきゃいけない、もっとああしなきゃいけないっていう思いがちょっと自分を抑えたりしてるのかなと思いました。そして現状も今もね、思考がなんかねすごく暴走しないでおこうみたいな感じで、よく言うと非常に冷静に分析的に現実を見てこれをすべきだっていう感じなんですけど、もうちょっとそこにせっかくの喜びを感じてほしいって感じがするんですよね。今星ではね、そう見えない恩恵届いてるよみたいな、密かに誰かは応援してくれてるよとか、実は評価されてるよとか、守られてるよっていうエネルギーが来てるんですけど、なんかそういうのを全部すっ飛ばして自分が今これをやらなくちゃいけないんだみたいに思ってるかなって思うところもあるので、少しね緩めて、十分できていると、十分できているから今ある感覚の中から喜びを探してみようとか、自分が大事にしたいものはこれだなっていうことをちゃんと持っていようっていう感じでいてください。そしてなんだかね、下手に動いちゃいけないんだとかね、なんか落ち着いてるっていうといい言い方になるんですけど、抑えてるっていう感じがすごくするんですね。これ以上出しゃばっちゃダメだとか、これ以上嫌われないようにしなくちゃとか、なんか下手なことして怒られたくないとか、そういうなんか防衛が強いなっていう感じがするんです、ここもね。でもそうやって状況をよく見ていく中で気づくこともあるんだなっていうふうに出ているのでいいんですけれども、あまり喜びを抑えすぎないようにしてくださいね。行動を抑える時に、もし自分が何かをストップしようとしているとか抑えようとしているとしたら、何を恐れているのかなっていうことをご自身で感じてみて、それってもしかして恐れる必要なかったわとか、同時にそれをしたらどんな喜びがあるのかなっていうことも想像してみて、喜びの方を抑えてたなと思ったらそっちの方に不安なことあるけど喜びの方を選択してみようってこともできるので、やってみてください。っていうのはやっぱり毎月のねこうやって半月のエネルギーはあるけれども、やっぱり大きなベースでは非常に今人を通しての喜びや学びやつながりっていうのがすごく応援されてる時なので、自分の気持ちがちょっと下がってるとか、いや私はみたいな思ったとしても、でもベースね守られてるんだよっていうのがあるんですね。だからその中で喜びをぜひ探してほしいっていうのがあるんです。でそしてここで出てきます、喜びが。楽しいことやこんなことやってみたいとか、ちょっと嬉しいこととか、ちょっとワクワクすることとかそういうの出てきます。そして本当に自分を喜ばせるための行動をしようというふうな決断をしたくなるんじゃないかなと思います。なので星で見た時にはね、もう7月入ったらすぐにでもその感じでいってほしいんです。もうすぐにでも喜びの方にシフトしてほしい。だけどちょっと引きずってたりとか、ちょっと何か抑えてるなっていうエネルギーがあるので、そこは意識的にね意識的に自分でのけるようにしてください。そして7月6日が新月なので、この新月の時にどれだけ自分が受け取っているか、どれだけいいことがあるかっていうのをもうピックアップして書き出して、その上でこうなりたい、こうしたいということを願ってくださいね。だんだん喜びが強くなってくる感じがします。そしてカードからのメッセージとしてね言われている対策なんですけど、ここでカップの5とソードのナイトっていうのが出ています。私から見るとまだ逆位置ですけども、これとてもいいメッセージだと思います。っていうのは、カップの5っていうのは私から見ると逆なので、思ってるほど状況って悪くないんだよっていうことなんですね。これは心配してるだけ、感情面や思考の中だけで
もしくは条件だけでいろいろ考えているけれども、実は長い目で見たらそれって全然悪いことじゃないよみたいな、そんなメッセージもあるんですね。でそれともう一つ、このソードのナイトっていうのはものすごく頑張って切り開いていくとか挑戦していくみたいなエネルギーなんですけど、本来伊手座さんはそれができるんですよね。それができる。だけど何かが自分を抑えてるわけです今ね。でもそれ頑張って突き抜けてねみたいな、それ頑張って行ってねっていう、その恐れや不安がなくなるからいけるんじゃなくて、もう行くっていうその自分のなんか意志とか、その未来を作る自分の力っていうものでやっていけるんだよっていう、その全部状況が整わないといけないわけではなく、多少の不安があったり何かね心配事があってもいて座の皆さんいけるよみたいな、そんな応援メッセージだと私は感じました。ちょっとこう現状打破しなくちゃいけないような感じがありますね。もちろん感情的にはゆっくりと本当に求めるものを求めていこうみたいになっていくんですけど、何かが今はね何かがちょっと慎重になってるなっていう感じだけど、全体を通してみたらちゃんと守りたいものは守れるし、何も失わないし、大きな流れでいくと非常にこう人を通しての恩恵がある時だから、一時的な感情で自分の可能性を止めずに言ってねっていうのがメッセージだと思いました。はい、ちょっとその上でねお仕事のこと見てみますね。ちょっとねカード見えてますかね。忍者ですね。そして、カップの2、そしてペンタクルズ3ということで、お仕事に関してはすごく考えてますね。どうしたらいいのかなとか、自分の中でこう優劣をつけて何を優先しようかっていうふうに考えようとすると、ちょっといつまでもなかなか答えが出にくいっていう感じがするんですけど、ぜひそれを他者に言ってほしいって感じがあります。これは誰か相談できる人だったり、もしくは関わってる人だったり、取引先だったりとかクライアントさんだったりとか、そういう人たちの意見を聞いたりとか情報交換することで、こうすべきなんだなとか、こうしたらいいんだなっていうのが分かってくるっていう感じで出ています。でこれは人を通して情報のやり取りをやっていく中で出てくる。よくねブレインストーミングとかもありますよね。こう話してるうちにだんだんいい案が出てくるみたいな、そういうのもありますし、相手の状況やその今何を求められているかとか、そういうのも分かった上で準備しなくちゃいけないっていうのがあるみたいなので、こういきなり走るっていうわけではなさそうなんですけど、自分の中で考えていったことで答えが出なかったことは他者を通して答えが出て、その計画を立てていくっていう感じですね。計画を立てていく。で計画を立てながらまた新しい人とつながっていくっていう感じがあるので、仕事を通しての人間関係いいですし、逆に仕事なんですけど人を介する方が自分の仕事うまくいくっていう感じがします。フォローしてもらえるみたいな感じかな、なんか感情を。そしてちょっと人間関係見ますね。もうずっといい言われてる人間関係なんですが、あえてこの7月前半ねちょっと見させてください。手座さんどうかな。はい、ソードエース、ワンドページとワンド3ですね。いいですね。何かね、さっき仕事で見た時に話し合ってるとか、お互いの感情をシェアし合ってるとか、情報交換し合ってるっていう、本当にこう必要なものをちゃんと話し合ってるっていう感覚が仕事の方に出てたんですね。ただ人間関係でどうですかって言われると、感情のシェアっていうのはあんまりしてない感じがするんですよ。何かこう必要があって関わらなければならないから関わるみたいな感じとか、もしくはご自身が何か現状を打破したいがゆえに関わろうとしている人がいるとしたら、ちょっと勇気を出してその人にコンタクトしてほしいなって感じがあります。こう何もなくふわーっとこうひっついていくっていうわけじゃなくて、ちょっと切り込んでいくみたいな感じがあるんですね。なのでちょっとちゃんと向き合っていきましょうとか、ちゃんと話し合いましょうとかっていう形でこう切り込んでいくことによって、ちゃんと人間関係、お互いの未来を考えていけるよっていう感じがあるんです。今例えばですけどパートナーシップの関係性だとしたら、お互いに方向性を
決めかねている状態で関わっているっていう感じがあるので、どうしたいみたいなのとか、自分はこうしたいと思ってるよみたいな、ちょっと切り込んでいくことによってちょっと未来が見えるなっていう感じです。これはこう未来に対してね、明るい情報が入ってくるよとか、明るい流れがあるよっていう感じがあるので、それと対人関係で言うと、例えば目上の人とどうのこうのっていうよりも、同じようなで友達とか仲間とかグループとか、そういう同じような感覚の知り合いはできるかなっていう感じがありますので、もしね、いや私ちょっと今週はすごい上司の人と関わるきっかけがあるんですっていう方もですね、たとえ年上であろうと目上の人であると、立場が違う方であろうと、その人の中にある自分とつながれる部分っていうのが必ずあると思うので、すごく自分が相手を立てすぎるっていうよりはね、平たく言えばみんな一緒みたいな感覚で関わっていくといい関係になれるなって感じはあります。そんな感じかな。ここでもね、カップのページっていうものが出ていて、ページっていうのが出ているので、何か新しい可能性っていうのは出てきそうです。だからもしね、人間関係広げたいなとか、新しい出会いが欲しいなと思っている方は、ぜひ動いてみてください。その動くって言った時になんかちょっと引け目を感じるっていうのがあるんですけど、感じる必要はない。すでに今自分は十分だという感覚で言ってくださいね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また次回はまたね、7月の中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ということでありがとうございました。ちょっと今回見えにくくてすいません。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。